皆さんこんにちは、かすみです。セバスチャンです。今日は今更すぎるんですけど、そもそも私たち2人は一体何者なのかというのを話していきたいと思います。僕らがドラッグレースにハマったきっかけとか、そう興味があるのか分かんないけど僕らの出会いとかについて話していきます。はい、じゃあまずはかすみんとは誰だっていう話を、はい。私は生まれも育ちも東京で、今も東京に住んで会社に勤めています。もともと幼い頃から海外のミュージカルとかバレエとかそういうのに触れる機会がとっても多くて、だからもともと濃いメイクってちょっと慣れててなるほどね。そうだからドラッグレースを見た時も全然あの人たちメイク濃いとかそういうのはなくて、すんなりなんかキラキラしてると思って見始めたっていうのと、あと女性アイドルもすごい好きなので、それでやっぱり歌って踊ったりするドラッグクイーンにドハマりしました、はい推しクイーン基本箱推しなんですけど箱推しって通じる？箱推しって通じる？数字はするけど、それクイーンに箱推しっていう概念ある？だからみんな好きってことだよね。みんな好きですけど、特にもうーっていうのはシーズン10に出てきたクレア・セント・クレアとアクアリアとアラスカも好きだし、あとデトップスも好きだ。あと仲良しのクイーンはキムチ。私が一番最初に会ったドラッグクイーンキムチとナオミちゃん。ドルポールのドラッグレースにハマったきっかけは2012年頃になんか私の友達がちょうどアメリカに留学してて、なんかこれ好きそうだよみたいな感じで、確か YouTube の動画の URL を送ってもらって、ちょうどリップシンクのところだったかな。それを見て、何これってすごい興味を持って、違う動画でも話したけど、その当時って全然ドラッグレースの視聴方法とか全く分からなくて、多分なかったから、YouTube で調べて探すんだけど、フルでねなかなか動画がなかったりして、リップシンクのところだけ見たりとか、たまに上がってるドラッグショーとか、そういうのを見て興味を持ち始めました。で、初めて知った状態で見たシリーズっていうのがシーズン5。それでもう来た時からアラスカと思って、アラスカのそうなんかファッションとかすごい好きで、よく真似してましたそれでなんかその後に YouTube 以外でもドラッグレースが見れるようになって、全シーズン見て、でなんか友達に協力してもらって、なんかドラッグレースってもともとなんか私が見たシーズン5とかはなんか最後に PV を作るみたいなのが、確かに最近ないね。最近とかも全然ないね。全然ないよね。最後になんかそのルポールの新曲の PV を作るっていう最後のチャレンジだったと思うんだけど、それを真似て、でシーズン5が好きだからビギニングの PV を撮って地味に楽しんでましたはい。で次セバスチャン。はい、僕はカナダのバンクーバーという町に住んで普通に会社員をやっています。もともとそれこそかすみんと同じで、なんか派手なパフォーマンスが結構好きでもう小学生の頃からハロープロジェクトがずっと好きなんですよ。私も、そうもう20年来のハロオタをやってるんだけど、まあそういうのもあってっていうとなんかお互いのファンから批判されそうだけどなんかでもね、これは俺は自信を持っているけど、ハロプロとドラッグって結構共通性が強いと思ってて、へー、まあその話もいつかしたいけど、はい。まあっていう素養は小さい頃からありました。式とか見てたもんね。そうだね。だから僕もミュージカルは結構ちっちゃい頃からよく見てて、福岡出身なので福岡に昔劇団四季の劇場があって、なんかやたら同じミュージカル何回も何回も見せられたりとかっていう、だからそうだね、ステージみたいなものはもともと好きでした。で、今現在の推しクイーンは1番はシーズン10のアクアリア。おーこれなんか地味に動画であんま言ったことないよね。オールスターズ出てないしね、あとシーズン7のバイオレットです。これ後で言うけど、僕が初めてリアルタイムで見たのがシーズン7だったのでバイオレット、あと最近で言うとシーズン12のニッキードール。今この3強かなって感じです。
でもまあはいかすみんと一緒で僕も基本全員好きなので、なんか嫌いなクイーンって本当に一人もいなくて、シーズン6のアドタンも好きだし、シーズン11のブルックリンも好きだし、シーズン12のジジもそうだし、まあなんかまあ基本みんな好きです。僕がハマったきっかけはかすみんよりちょっと後で、あれはちょうどシーズン7をやってる時だったので2015年の春ぐらいだったと思うんですけど、その時僕まだ日本に住んでて、Facebook でなんかアメリカ人の友達、彼がやたらドラッグレースについてポストしてたんだよねっていうのを見たのが最初に存在を知ったきっかけです。でもなんか別にへえと思って見てたんだけど、なんかのきっかけでシーズン7がそれこそ YouTube にアップされてるのをピャって見たらやばいってなってでバイオレットにズキュンして、でその時に初めて見たのがそのシーズン7のエピソード2のグラマゾニアンエアウェイズ。私も好きあれ。そうあれがもう出会いだったからドラッグレースとのはいはい。もうその衝撃たるやって感じで、あでそっからなんだこれっつって、でもその時点でエピソードいくつかシーズン7進んでたんで、もう極力拾える限り拾ってみて、まだね、はいネットフリックスとかなかったから、ドハマりしていったって感じですね。ただかすみんも言ってたけど、その当時はまだエピソード丸々見る方法って全然なくって、そうなかった。まして正規ルートで見る方法って全然なかったので、シーズン7を追いかけてたとはいえ、できることって言ったらリップシンクを見るとかで、誰が落ちたとかっていうので、なんかあんまりそのワークルームとかで起こってるドラマは追い切れないみたいな。そうでもなんかだから改めてその配信されたものを見た時に2倍楽しめたよね。そう本当にっていう感じですはい。で、それが2015年なんだけど、仕事の都合で2016年からタイに住み始めて、そこでドラッグレースタイランドもハマりましたね、だからドラッグレースタイランドはリアルタイムで見てたって結構そう毎週見ててモリガンっていうシーズン1のクイーンがめっちゃ好きで、それこそインスタライブとか結構見たり、タイ語で頑張ってコメントしまくったり。そうタイ語でそうセバちゃんからモリガンをおすすめされて、私はドラッグレースタイランド見てないけどクイーンのインスタは全部見ててフォローしてそう布教するっていうねそうモリガン、はい、懐かしいなモリガン。オタ活動を徹底してました。はいで、2018年からカナダに住み始めていて、で2018年の秋に満を持してニューヨークのドラッグコンに初参戦したっていう。でめっちゃ張り切って2人で全身ピンクのそう3日間あるからビップってだから1日ごとのコーディネートもすごい考えて、そう以上そんな、ね、はい、人間です。で私たちがどうやって知り合ったかそうだねはいこれは意外と結構後でそうもともと僕がタイの時に働いていた会社の同僚が、日本人の同僚がかすみんの学生時代の同級生だったんだよね。そう同級生だった。そうっていうので、だからその子きっかけでそう LINE グループとかなぜか組まされてハロプロ系だっけ。ハロプロきっかけかな。あと単純にみんな暇だったんだよね多分。そう暇だったんだよねそうでだからなんだかんだ知り合って最初の頃からお互いの存在は知ってたし、なんか結構頻繁にその LINE もしてたけど、ドラッグレースが好きだっていうことは全然お互い話してなくて、なんかだからやっぱさっきから言ってるけど、僕らがドラッグレース知った頃ってネットフリックスもなかったし、そうなんか日本人とドラッグレースについて共有するっていう感覚がお互いなかったよね。となって、そうでそれがだからなんで俺らお互い気づいたか、ドラッグレースタイランドが始まるっていうニュースが出た時に、そうだなんかねかすみが送ってきたんだよね。なんか私の好きな番組のタイバージョンが始まるんだけどみたいな。そう僕タイに住んでたからそうでえっつってなんでドラッグレース知ってんのってなって、でもそこからクソ仲良くなっていったっていうね。あそこのここがさとか、あそこの衣装がさとか細かいところをどっちもなんかすごいオタク気質だから、そうでしかも今までは基本的に一人でいろいろネットで情報を調べたりしてたから、なんかお互いに知らなかったこととかもあって情報を補完し合いながらそうって感じで仲が深まりからの、さっきから言ってる2018年のドラッグコンなんだよね。だから実はちゃんとこのなんていうのインパーソンで初めましてしたのは
そのドラッグコンのニューヨークだったんだよね。でもそう、なんか初めましてって感じは全そう然なくて。全然しなくてもう当時すでに毎日毎日 LINE はしてたからまあ主にドラッグレースの話をそうそうだからです本当に僕ら2人はそもそもドラッグレースきっかけで仲良くなったと言っても過言ではない、ドラッグレースは絆をつなぎますという話でした。ね、すごい。はい、はい。ということで、今回は、まあ、需要があるか分かんないけど僕らの自己紹介とドラッグレースにハマったきっかけとかを話しました。話しました。はいはい、ありがとうございました。